皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今回の卓球知恵袋は、球出しの下回転の出し方っていうのを、紹介していこうと思います。以前ロングボールの球出しの出し方っていうのは紹介しているんですけど、今度はそのつつきの球出しの出し方っていうポイントでやっていきます。この球出しっていう部分で、この下回転を出せるようになると、前まではロングボールを紹介してたんですけど、練習の幅がぐっと広がります。その下回転を出してから下回転を打つ練習、もしくはストップする練習とかですね、つつきするっていうところからのロングボールのラリーの展開とかっていう風によりですね、実践的な練習もできますし、そのドライブが苦手な方がいれば、チームメイトが下回転のつつきの球出しを出せるようになれば、自然に例えばループドライブとか下回転に対してのドライブっていうところで練習をしっかりできるようになるので、ぜひこれも覚えてほしいなと思います。でまたその球出し練習に役に立つっていうところ以外にも、下回転を出すようにするとつつきの感覚、特にフォアのつつきの感覚っていうのはとても良くなります。下回転の出し方っていうのを指導した方が、フォアのつつきがもともと苦手だったんですが、スムーズにパッてつつきができるようになったので、フォアのつつきが苦手な方もそのつつき練習の意味も兼ねて、その球出しの下回転っていうのをやってほしいなと思います。では、基本的なつつきの球出しの出し方っていうのを説明していきます。まず打球位置は、ロングボールを出す時に紹介した、台の横に入ったぐらいのところで出すっていうのを基本の位置で、その時に構えた時に体の左側ですね、左脇とかの前ぐらいで打球するようなイメージでやってみてください。これが後ろになってしまうと詰まってしまってうまく球をコントロールできないので、こちらで出すっていうのをイメージしてください。で出し方としては、直接出す出し方、ワンバウンドして出す出し方あるんですが、直接出す出し方っていうのはかなり難易度が高いので、まずはそのワンバウンド出し方から覚えていくといいかなと思います。でワンバウンドをさせるんですが、よくある失敗が投げてしまってつつこうとする方とかがとても多いので、落とすっていうのをイメージしてやってほしいなと思います。なので手の向きとしては、ボールを握ってる手は上を向くのではなくて下を向いた状態で落とすっていう風にやってください。ここで叩きつけたりすると高い打点のつつきになってしまうので、あくまで落としてつつくっていう風なイメージを持ってやってほしいなと思います。で落とす高さなんですけど、高いところで落とすとバウンドも高くなってやりづらいので、低いところ、できるだけ低いところ、ネットよりも低いぐらいのところから落としてつつくようなイメージでやってもらうと、そのつつきっていうのは出しやすいかなと思います。で、バウンドして出すんですが、その時のラケットの角度ですね。ラケットの角度は、斜め45度かそれよりもちょっと寝かすぐらいの角度で、もうボールの後ろと下の間ぐらいですねの角度を、そのラケットの角度でこすってやるようなイメージでやると、うまく入るかなと思います。でより強い下回転を切りたくなったら、その時はもっと本当にボールの底をこすってやるような感じで出すと、しっかりと切れた下回転が出せます。ですがまずは最初はこの感覚を覚える部分で、基本的な軽く下回転がかかってるぐらいのイメージで出してもらうといいと思います。ボールの感覚としては、相手コートでバウンドした後に下回転で少し失速する、ふわってなるような感じですね。それが例えば速い球で突き刺さっていくような球だと相手はうまく打てないし、練習としてとても難易度の高いものになってしまうので、相手のことにふわーっていくような感じで、イメージしてください。
でその球出しの練習としては、ロングボールの時同様に、この的を利用してやっていきたいと思います。で、今回は下回転なので、ストップボールっていうのも下回転に含まれるので、長いボールの練習を先にして慣れてきたら短いボールの練習もしてほしいなと思います。で、短いボールっていうのは後ろの方から出すとネット際に落としづらいので、その時は基本の位置から半歩前に出てストップしてまたつっつきっていうようなイメージでやってみてください。では実際にこの的当ての練習ですね、やってみましたのでご覧ください。